伊丹ローズガーデンの広沢です。今日は6月の8日、イングリッシュローズのね超過切り剪定をご覧いただこうと思います。ここにね植わってるイングリッシュローズもほとんど廃盤品種でね、もう今流通してない品種ばっかりっていう感じなんですけれども、それでもね似たような樹形というかシュラブローズの超過切り剪定の参考にしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。これはパットスチンですね。小出しの普通のモダンローズと、ほとんどやることは変わらないんです。花枝半分ぐらいにこう、ね、切っていけばいいですね。パットスチン割と四季咲き性が強いので2番花も、結構咲きますからね、半分ぐらいに切って、2番花を上げていくという感じですね。でやっぱりねこの中の方にあるブラインドはある程度整理して、ちょっと空気が風が通るようにね、あんまり枝がいっぱい茂りすぎてると蒸れてね黒点出たりとか肌に湧いたりとかいうことがありますので、中の方にある懐枝ブラインドは少し整理をしていきます。こんな感じでね中の方でわーっと出てるですね。でこういう枝がねかなり、練る品種については、切る時にね上向きの目で切ると割と切ったところからね芽出ますから、上向いて芽出てくれたらね立ってくれるんで、外向きの目で切ると余計下向きに枝が伸びていくっていうことになりますから、その辺はちょっと適宜枝の状態見てね、枝同士がクロスする分には特に問題ありませんので、内側でねむしろクロスして枝出る方がコンパクトにベローンってならずにねシュッとこうコンパクトに仕立てられますので、枝交差するのを気にする必要はないですね。特にこのシュラブローズに関してはね。
カミキリがもう出てるのかな。カミキリがねかじった跡ありますね。これもね、こっちがこれカミキリのかじった跡ですね。はい、パトースチンでした。ジュビリーセレブレーションです。思いっきり枝横へ出てますね。今年はね、雨がちょうど開花の時に雨がすごい降ったんで、あんまりいい花咲かなかったですよね。
おお、おったおった。もう羽化してましたね。さっきからね、カミキリが枝をねしがんだ跡があったんですよ。ゴマダラカミキリです。ちょっとね後ろの方が背が低くなってしまったんですけどね、見えないですよね。手前の方が背が高い状態で、もうしょうがないですねこれ、こういうもう樹形になってしまってるんでね、なぜか手前の方が長い花枝が出て、もう真横に出てますね。ジュビリーセレブレーションでした。シャリファースマです。この品種はね割とシュラブというよりもブッシュタイプですね。普通の木立製のバラっていう感じで、素直な枝立ちですね。でね、古い枝1本取ろうかな。結構枝立ち多いんで、でも下まで行くよりちょっとだけ残して切りますね。よいしょ。はい、こんな感じでね、もう全部ブラインド。
シャリファースマでした。ウィンダーメア、結構大きく育ってますね。そこそこ枝数多いんで、これはもうブラインドで開き素直に全部取っていきます。雨でね、散った花びらがみんなひっついてしまって、ちょっとこれ取りにくいけど、ずっときれいにしとかないとね、光合成できないですからね。とてもいいんだけどな。まあでもひとまだ残しとこうか。これだけど。はい、ウィンダーメアでした。これはね、ガートルド・ジェキルです。木立ちにしてます。何本か咲いたみたいですね。ていうか結構咲いたみたいですね。もう割とこのね、太い花枝から、もう一番下の方からね、ベーサルシュートに近い花枝ですね。花咲いた下からピヨーンって枝伸び出してますけどね。とりあえず、普通に自立するように、ガートルド・ジェキルってつるバラなんですけどね、切ってもこんだけいっぱい咲くということで、
これ超過切りをして2万かどの程度咲くかあんまり去年の記憶があんまりないんですけどね。まあなんぼか咲くでしょう。はい、ガートルード・ジェキルの木立風仕上げでした。LD ブレスウェイト。まあまあよく枝出てますね。ちょっと枝数が少ないかなっていう印象のある品種なんですけれども、これはよく咲きましたね。LD はねほぼ四季咲きの品種です。ちょっとねこの辺が枝がなくって寂しいんですけどね。こう倒して持ってこれないことはないような気もするけど、持ってこれないかな。ちょっと無理かな。剪定でねこっち側向いてる芽を優先してそこで切って、できるだけこっちから
右の方へね枝が伸びてくれたらいいんですけどね。はい、LD ブレスウェイトでした。これはグラハム・トーマスです。自立樹形にして結構咲いた感じですね。結構咲きましたね、春。意外とこう自立樹形にすると枝数がそんな多いこともないので、つる仕立てほど花枝の数は圧倒的な量ではないので、ちょっと細かい枝も余計めに残します。切る位置はだいたい
半分より一目下っていう感じですかね。太い花枝からはまた次太い花枝、2番花の太い花枝出るんで、基本的には細い花枝の超過切りの方が若干長めに残す。でも細いやつはね短いんで、半分より一目上で、太くて長いやつは半分より一目下っていう風になりますね。そうすると全体の切った位置の高さはやっぱ同じぐらいになるかなっていう感じなんですけどもね。だから次2番花が上がってきた時に、細い枝から上がってきた2番花が埋もれてしまう、太い枝にね埋もれてしまう可能性もあるので、できるだけ太い枝は短めにして、こういうね太い枝は少し短めにして、で細い花枝の超過切りはちょっと長めに置くっていう感じです。今年はね梅雨入りが史上最高に早かったんで、ちょうど開花時期に雨がすごい降っててね、で花がもうとろけるように、なってしまって、その影響でもう普通だとね花びら散って全部地面に落ちるんですけど、葉っぱに全部へばりついて汚くなっちゃってるんでね、ちょっと面倒くさいけどある程度取っとかないと、そこからボトリチスとかねカビ菌がまた繁殖していけるんで、灰色カビ病っていうんですかね。
グラハム・トーマスでした。完全に一本立ちですね。ジ・アレン・ウィック・ローズ、ジアニック・ローズとか言いますけどね、かなり大きな株になってます。もうね、こうベーサルシュートがたくさん出てますね。でも下からね上がってるもう3年から4年前のベーサルシュートも上の方でいい花枝が1本2本出てるんで、それは残してます。こんな感じで株元ね、かなり古い枝も、だいたい4年ぐらいかな。ベーサルシュート新しいのもこうやっていっぱい出てるんですけどね、こんな感じで残して、で上で見えてるの花枝ですね、花が咲いた枝をたくさん残して、花数の多いシュラブ樹形にねしています。これもベーサルシュートですね。下の方から出てます。できるだけね芽が出そうな下の方で切って、ここでね中の方から枝分かれしてまた枝が伸び出します。でベーサルシュートね、こんな同じ位置で切るとそこからまたバーンってベーサルシュートだけ長くなるんで、できるだけ低く切ってね、あんまり低すぎると次枝出えへんことあるんでね、そこがまあ切る位置の難しさなんですけども、目をよく見ながらね、できるだけベーサルシュートは低い位置で一旦ピンチして枝分かれさせて伸ばします。これはねシュートというか去年秋に出たシュート1段目で冬に剪定した後の花枝ですね。ずいぶん立派な枝が出てます。これはまあ普通に、しかも花壇の一番後ろ側なんでね、ちょっと背高くなるようにちょっと高めの剪定ですね。
ジ・アレムイ・クローズでした。以上イングリッシュローズの一番花超過切りいくつかの品種をやってみました。またね、1ヶ月半ぐらいで咲くやつは2番花咲いてきますんで、また2番花が咲いた状態も、シェアできたらいいなと思ってます。それではまた。アイスバーグです。結構よく育ってますね。でももう半分ですね。花枝半分でいいかと思います。あんまり長く残すとやっぱり枝細いんで垂れ下がってしまいますからね。結構ね細いブラインドも多いんですけれども、まあそうですね、このアイスバーグはあんまり枝数減らさない方が細い枝からも結構花上がるんで、混みすぎない程度に、そうですね、半分から3分の2ぐらい取る感じで、少しねブラインドもちょんって切って残してる感じですね。あんまりスッカスカにはしない方がこんもりとまたよく咲いてくれると思います。これ珍しくね、下の方からベーサルシュートが出てます。そうね、見えねえかな見えねえな。アイスバーグね、ベーサルシュート出にくいんですけども、これは1本シュート出てくれましたね。去年ねこの株すごい肥料が多すぎて葉っぱがすごい濃い色でちょっと生育が悪かったんですけども、その肥料もね1年間去年控えめにして今年は普通にやってるんですけども、ちょうどいい塩梅になったのか春からよく育ってくれてますね。結構枝立ちもいいし花もたくさん咲いてくれましたね。
はい、アイスバーグの超過切りでした。かなり枝数は多く残してます。2番花もいっぱい咲いたらいいですね。